こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回は前回投稿したナックルズ解説の後編として、ナックルズが歩んできた人生についてご紹介したいと思います。ナックルズとソニックはどのように出会ったのか、なぜナックルズはエキドゥナの最後の生き残りとなったのか、さらにはナックルズがマスターエメラルドの守護者を任されている理由なんかも明らかになりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは早速始めていきましょう。ナックルズは物心がついた時から空に浮かぶエンジェルアイランドで暮らしていました。すでに彼の周りに仲間はおらず、たった一人でマスターエメラルドを守護する毎日。なぜマスターエメラルドを守るのか、マスターエメラルドとは何なのか、目の前の巨大な宝石についてはわからないことだらけでしたが、ただ気づいた時からそうだったという理由だけで、ナックルズはマスターエメラルドの守護者としての使命を全うしていました。そんなある日、平和だったエンジェルアイランドに巨大な金属体が落下してきます。その金属体とは、エッグマンの作った空中要塞、デスエッグ。そう、この時宇宙ではソニックとエッグマンが激闘を繰り広げていて、ソニックに敗れて落下したデスエッグがたまたまエンジェルアイランドに衝突してしまったんです。そしてその衝撃で宙に浮いていたエンジェルアイランドは海に落下してしまいます。何事かと思ったナックルズはデスエッグから出てきたエッグマンに詰め寄りますが、そこでエッグマンはソニックという悪のハリネズミがカオスエメラルドを悪用して悪巧みを企んでいるとナックルズに嘘をつきます。正直な性格が災いしてすっかりエッグマンの嘘を信じ込んでしまったナックルズはそのままソニックたちと敵対することになりました。エンジェルアイランドの各地でぶつかり合ったソニックとナックルズはマスターエメラルドの祭壇で最終決戦を迎えます。ところがその時エッグマンが現れ、なんとナックルズの目の前でマスターエメラルドを奪い去ってしまいました。慌てたナックルズはエメラルドを取り返そうとエッグマンに立ち向かいますが、とっさの出来事に動揺していたナックルズはエッグマンの攻撃をまともに食らってしまい、これ以上戦えなくなるほどの大ダメージを負ってしまいます。マスターエメラルドを奪われてしまい絶望するナックルズ。しかしその時、ついさっきまで自分と争っていた青いハリネズミが俺たちに任せろと声をかけてきました。その言葉を聞いたナックルズは一瞬言葉に詰まります。さっきまで敵だった自分になぜ手を差し伸べるのか、こいつも俺を騙そうとしているんじゃないか、そして何よりなぜかこいつにだけは絶対頼りたくないと思っている自分がいる。そんないろいろな感情が湧き起こってきたナックルズでしたが、自分がもうほとんど動けなくなってしまった今、マスターエメラルドを取り返すためには目の前にいるハリネズミの力を借りるしかありません。それが分かっていたナックルズはしぶしぶソニックたちにマスターエメラルドを託し、エッグマンを追う彼らを見送ります。そしてその青い背中を眺めていたナックルズはなぜだか自然ともう大丈夫だと思っていたのでした。その後見事エッグマンを打ち倒し、マスターエメラルドを取り返すことに成功したソニック。そしてナックルズにマスターエメラルドを渡したソニックは、ナックルズがお礼を言う間もなく飛行機で飛び立っていきます。マスターエメラルドの力で浮上し始めたエンジェルアイランドの高台から、どんどん遠ざかっていく赤い飛行機と、その線尾に佇む青いハリネズミを見つめるナックルズ。ソニック・ザ・ヘッジホッグ。彼はエッグマンの言うような悪人ではなかった。すでに誤解を解けたが、それでもなぜか尺に触る。あいつにだけは絶対負けたくない。そんな感情が自分の中に湧き起こっているのを感じながら、ナックルズはもはや空と海しか見えなくなった虚空をじっと見つめていたのでした。ソニックたちの活躍でマスターエメラルドが戻ってきて以来、エンジェルアイランドでは大きな事件もなく、平穏な時が流れていました。ところがそれから幾日か経ったある日、再びエンジェルアイランドに大事件が起こります。いつものようにマスターエメラルドの見回りを終え、一眠りしていたナックルズ。すると突然背後に何者かの気配を感じます。目を開けたナックルズが後ろを振り向くと、そこには水のような液体の体を持った謎の生命体が立っていました。そしてそれと同時にナックルズは衝撃的な光景を目にします。生まれてこの方、身を粉にして守護してきたマスターエメラルド。そんなマスターエメラルドがなんと粉々に砕かれていたのです。とっさに目の前にいる生命体の仕業だと思い込んだナックルズは、その生命体に攻撃を仕掛けますが、見かけに反して俊敏な動きを見せた謎の生命体に軽くいなされてしまいます。そしてその謎の生命体はそのまま姿を消してしまいました。さらに次の瞬間、エンジェルアイランドの地面が大きく揺れ始めます。マスターエメラルドが砕けたことでエンジェルアイランドが宙に浮く力を失い、再び海へと落下し始めていたのです。かくして再び地上へ落下してしまったエンジェルアイランド。その島の中で一人佇んでいたナックルズは、マスターエメラルドのかけらを集めてエメラルドを復元し、エンジェルアイランドを再び浮上させるため、外の世界へと踏み出したのでした。そしてこの冒険の中でナックルズは、これまでずっと謎に包まれていたマスターエメラルドの秘密、さらには自分の祖先が犯した罪について知ることになるのです。地上に降り立ったナックルズは着々とマスターエメラルドのかけらを回収していきます。その道中でまたエッグマンに騙されてソニックと戦う羽目にもなりましたが、幸い今回はすぐに誤解が解けて大事にはなりませんでした。この調子ならすぐにマスターエメラルドを元に戻せる。そう思っていたナックルズでしたが、その時ナックルズの目の前に光の玉が現れ、気づいたら今までいた場所とは全く違うところに飛ばされていました。
そこはどこか時代遅れな集落のような場所で、さらに自分によく似た人物がそこら中に溢れ返っています。その光景を目撃して強い衝撃を受けるナックルズ。自分以外のエキドゥナはもう滅びたはずだ。しかも目の前にいるのはエキドゥナの中でも自分の直接の祖先にあたるナックルズ族ではないか。一体何が起きたんだと混乱しつつも、とりあえずその集落を歩き回っていたナックルズでしたが、そんなナックルズのもとに突然言い争いのような声が聞こえてきました。声のした方を見ると、そこでは非常に威厳のある男と一人の少女が言い争っていました。話の内容から察するに、この二人はどうやら親子のようです。そしてこの少女は父親がどこかへ攻め込もうとしているのを必死に止めているように聞こえます。しかしそこまで聞き取れたところで、再び目の前が光に包まれ、ナックルズは元いた場所に戻ってきていました。今のは一体何だったんだと怪げな顔をするナックルズでしたが、その後のかけら集めの最中で再びこの集落へと足を踏み入れます。次にナックルズが飛ばされたのは集落の外れにある祭壇のような場所でした。そしてその祭壇はナックルズが暮らしていたエンジェルアイランドの祭壇に酷似しています。ところが目の前の祭壇はナックルズが暮らしていた祭壇のように荒れ果ててはなく、さらには砕けてしまったはずのマスターエメラルドや7つのカオスエメラルドが全て安置されていました。目の前の光景にますます混乱するナックルズでしたが、ふと祭壇に近づいてみると、そこには以前父親と言い争いをしていたナックルズ族の少女の姿がありました。その少女は誰かと会話をしている様子で、もうすぐここへ自分の父親たちが攻め込んでくること、そしてそうなる前にここから離れるよう訴えかけていましたが、どうやら会話の相手はこの祭壇を離れるつもりはない様子。その答えを聞いた少女はもう一度父親を説得すると言い残し、祭壇を後にします。そしてナックルズも元の世界に戻されますが、マスターエメラルドのかけらを全て集め切った瞬間、またしても目の前に光の玉が現れます。そしてナックルズは以前訪れた祭壇に再び飛ばされました。ところがその祭壇の様子は以前訪れた時とあまりに違っています。祭壇全体が炎に包まれ、もう目も当てられない状態となっていました。そしてナックルズは祭壇の下に例の少女が倒れているのを見つけます。ナックルズが駆け寄って話を聞くと、どうやら少女の父親たちがついに攻め込んできたようです。ところがなぜかその攻め込んできた者たちの姿が全く見えません。一体何がどうなっているのか、状況が全くつかめないナックルズでしたが、その時祭壇の方から耳をつんざくような凄まじい雄たけびが聞こえてきました。ナックルズが声のした方に目を向けると、そこにはマスターエメラルドを砕いたと思われる例の生命体カオスの姿が。そしてカオスはカオスエメラルドを取り込んで、今まさに怪物のような姿に変身しようとしていました。ところがその変身姿を捉える前に、ナックルズは元の世界へと戻されてしまいます。この現象は一体何なのか、自分はどうしてしまったんだと途方に暮れるナックルズでしたが、ひとまず集めたマスターエメラルドのかけらを元に戻すべくエンジェルアイランドへ向かいます。その道中でカオスと戦闘にもなりましたが、なんとかその戦闘にも勝利し、カオスが持っていた6つのカオスエメラルドも一緒にエンジェルアイランドに持ち帰ることにしました。そして無事エンジェルアイランドに帰ってきたナックルズは集めたかけらを元に戻し、マスターエメラルドを復元することに成功。エンジェルアイランドも再び空へと浮かび上がっていきました。これで一件落着だと一安心するナックルズ。例の不思議な体験のことは気になりますが、とにかくこれで全て元通りです。ナックルズは元に戻ったマスターエメラルドを眺めながら、この先もずっとこの宝石を守り続けていくんだと改めて決意します。しかしそれから数日後、再びエンジェルアイランドに異変が生じます。マスターエメラルドが元に戻ったにもかかわらず、再び地上へ落下してしまったのです。突然の出来事にナックルズも戸惑いは隠せませんでしたが、次の瞬間、あの時倒したはずのカオスが現れ、ナックルズが回収していた6つのエメラルドを奪っていきました。そして最後のカオスエメラルドも吸収したカオスは最終形態パーフェクトカオスに変身し、破壊の限りを尽くします。そしてパーフェクトカオスの元に駆けつけたナックルズはそこでソニックたちと出会い、他のみんなも例の不思議な体験をしていたことを知ります。彼らの話と自分の見てきたものを合わせることで、ナックルズはあの光景が何だったのかを悟ることになりました。あの時見たのは過去の光景で、そこにいたのは自分の祖先たち。そしてその祖先たちはカオスエメラルドの力を欲するあまりにカオスの怒りに触れ、一族は壊滅的な被害を受けたのだと。その時、ナックルズたちの目の前に自分たちを過去に飛ばした光の玉が現れました。そしてその光の玉から過去の世界で必死に父親を止めようとしていたあの少女が現れます。彼女はあの時暴走したカオスを自分もろともマスターエメラルドに封印し、それから数千年もの間ずっとカオスを抑えていたのです。そしてナックルズの祖先たちはカオスが再び暴れ出さないよう、カオスが封印されたマスターエメラルドを代々守護していたのでした。この時初めてナックルズは自分がマスターエメラルドを守っていた理由を知ることとなります。ようやく明かされた自分のルーツ。しかしそれでも干渉に浸っている暇はありません。彼女の話を聞いている間にもカオスはさらにエメラルドの力を吸収し続け、そしてついには全ての力を吸収されたカオスエメラルドから輝きが失われてしまいました。光の玉から現れた少女はカオスを再びマスターエメラルドに封印しようとしますが、それはダメだと止めるソニック。ソニックはカオスを再び封印するのではなく、怒りと悲しみにとらわれた彼の心を解放しなければならないと考えていたのです。そんなソニックのもとにナックルズたちは輝きを失ったカオスエメラルドを届けに行きます。
以前自分もカオスエメラルドの力を借りたことがあるが、輝きを失ったエメラルドからもう一度力を引き出せるのはソニックだけ。そのことを分かっていたナックルズは、自分がこの状況を打破できないことに多少の悔しさを感じながらも、ソニックに全てを託すのでした。その後ソニックはカオスエメラルドの力を引き出してスーパーソニックに変身し、見事パーフェクトカオスを打ち倒します。そして怒りと悲しみから解放されたカオスは、かつて自分が守っていたチャオたちに見送られ、あのナックルズ族の少女と共に天へと登っていったのでした。それを見届けたナックルズは、再び空へ浮上し始めたエンジェルアイランドへ帰っていきます。マスターエメラルドを守護していたのは、その中にカオスが封じられていたから。カオスが全てから解放された今となっては、もうナックルズがマスターエメラルドを守る理由はありません。ところがそれでも、ナックルズはマスターエメラルドの元へ帰っていきます。確かに、マスターエメラルドを守っていた本来の理由はもうなくなりました。ですがもともとナックルズは、そんな理由とは関係なしに、マスターエメラルドの守護者を続けていたのです。カオスがどうとか、一族がどうとかは関係ない。ただそれが自分の使命だと信じているから続けている。そしてそれはこれから先も変わらないだろう。そんなことを考えながらナックルズはマスターエメラルドの元へ向かうのでした。その後なんとかソニックたちの冒険に付き合ったナックルズでしたが、冒険が終わると必ずエンジェルアイランドへ帰り、マスターエメラルドと共に生活を続けていました。ただ前ほどマスターエメラルドに束縛されることはなく、たまには趣味であるトレジャーハントに出かけることも。ところがそんなナックルズの元に再び大きな事件の影が近づいていたのです。ある時ナックルズは世界各地にあるカオスエメラルドが次々と奪い去られていることに気づきます。ナックルズが気づいた時にはすでに6つのエメラルドが奪われていたため、ナックルズは残る1つのエメラルドを守るべくテイルスに相談しに行きます。その中で2人はカオスエメラルド強奪犯をひとまずマローダーと呼ぶことにし、マローダーを迎え撃つための罠を用意しました。そして罠を仕掛けてマローダーを待つナックルズでしたが、残る1つのエメラルドを奪いに来たのはナックルズの予想をはるかに超える大軍勢でした。しかも彼らは非常に高い科学力を有しているようで、テールスの罠を軽々とくぐり抜け、エメラルドに向かってきます。ナックルズは最後のカオスエメラルドを守るためマローダーの軍勢に立ち向かいましたが、さすがのナックルズも多勢に無勢。さらには、マローダーの指揮官であるジェイドという人物がなかなかの手だれだったために、最後のカオスエメラルドを奪われてしまいます。しかもそれだけではなく、なぜかナックルズ自身もマローダーに連れ去られてしまうのでした。ナックルズが連れてこられたのは、マローダーの拠点のようなところ。しかしそこにマローダーたちの姿はなく、主に監視用と思われるロボットたちが徘徊していました。ナックルズはしばらくそこでおとなしくしていましたが、隙を見て脱出。するとそこへタイミングよくソニックたちが現れ、ナックルズは無事救出されました。ソニックたちと情報交換をする中でマローダーたちが次に狙うのはマスターエメラルドだという結論に達したナックルズは、すぐにエンジェルアイランドへ戻ろうとします。しかしナックルズがエンジェルアイランドの方を見上げると、なんといつも空に浮いているはずのエンジェルアイランドが忽然と姿を消していたのです。一体何事かと混乱するナックルズでしたが、その後いろいろな人から情報を集める中で、エンジェルアイランドは消えたのではなく移動しているということ。そしてその行き先はマローダーたちの本部がある場所だということが判明します。マローダーたちを止めるため彼らの本部へ向かうナックルズたちでしたが、その道中であの時最後のカオスエメラルドを奪いに来たジェイドが姿を現しました。ジェイドはナックルズたちに今すぐここから立ち去るよう警告しますが、ナックルズはカオスエメラルドをどうしたとジェイドを問い詰めます。そんなナックルズに対しジェイドは、自分たちは追放されたノクターン族。我々はカオスエメラルドを真の持ち主の元へ返そうとしているのだと伝え、そして被っていたマスクを外してみせました。その姿を見たナックルズはあまりの衝撃に言葉を失います。なんとジェイドの姿は自分以外もうこの世に存在しないはずのエキドゥナだったのです。そしてノクターン族という名前にもナックルズは聞き覚えがありました。例のカオスの惨劇を生き延びたナックルズ族の間でノクターン族の伝説というものが語り継がれていたのです。その伝説によると、ノクターン族はナックルズ族と肩を並べるほどの好戦的な部族で、かつて世界の大半を支配していた。ノクターン族と渡り合うことができたのはナックルズ族くらいのものだったが、ある日ノクターン族は一人残らず忽然と姿を消した。自分以外のエキドゥナが現れたことに加え、そのエキドゥナは伝説上の部族ノクターン族だという。にわかに信じがたい話でしたが、今自分の目の前にいるジェイドの存在が、それらの話が全て事実であることを物語っています。ジェイドたちはナックルズに襲いかかった後すぐ本部へ撤退していきましたが、ナックルズはその背中をただ眺めていることしかできませんでした。ジェイドがエキドゥナだということは、おそらくマローダーのメンバーは皆エキドゥナなのだろう。これまで自分は一人ぼっちだと思ってた。ソニックたちのような仲間はいたが、エキドゥナという種族はただ一人。ようやく同じ種族に会えたと思ったら、それが敵だったなんて。あまりに色々なことが起こってなかなか気持ちの整理がつかないナックルズでしたが、それでも今、エンジェルアイランドとマスターエメラルドがマローダーたちの手に渡っていることには変わりありません。ナックルズはなんとか自分を奮い立たせ、マローダーに占拠されてエンジェルアイランドへと乗り込みます。エンジェルアイランドにたどり着いたナックルズは、そこでマローダーたちのボス、ノエムと対峙。マスターエメラルドを返すよう凄むナックルズに対し、ノエムはマスターエメラルドの力で世界を支配すると宣言。
そんなことはさせないと意気込むナックルズたちでしたが、このノエムの言葉に誰より動揺していたのは、同じノクターン族であるはずのジェイドでした。実はジェイドをはじめとしたほとんどのノクターン族は、ただ元の世界へ帰るためにマスターエメラルドを使うのだとノエムから聞かされており、世界征服の話などを聞いたことがなかったのです。世界征服とはどういうことかとノエムに問うジェイドでしたが、ノエムはジェイドもろともナックルズたちを攻撃。そしてノエムは祭壇からマスターエメラルドを奪い去り、どこかへ消えていきました。その後ナックルズたちはジェイドから事の顛末を聞き出します。ジェイドの話によると、ジェイドたちは今から数千年前にナックルズ族と争っていたノクターン一族で、例のカオスの惨劇が起こった直後、突然異世界へと追放されてしまったようです。つまりジェイドたちは今から数千年前に生きていた者たちということになりますが、おそらくその飛ばされた異世界はこちらの世界と時間の流れが違うのでしょう。そしてジェイドたちはノエムに率いられて元の世界へ帰るべく活動していましたが、実はノエムの真の目的は世界征服で、ジェイドたちは元の世界へ帰るというのを餌にノエムに利用されていたということでした。ジェイドから全てを聞いたソニックたちはノエムを倒すべく行動を開始。騙されていたことに気づいたジェイドもノエムに復讐するために行動を共にすることになりました。そしてノエムが開いた異世界へのゲートを利用してノエムが待つ異世界に突入。数々の困難を退け、ついにノエムの本拠地へとたどり着きます。しかしその時、ナックルズが半ば強引にチームを2つに分け、ソニックと別行動を始めます。ナックルズはソニックより先にノエムの元へたどり着き、ノエムを説得しようとしていたのです。ノエムたちを倒してしまったら、元の世界へ帰る方法を潰してしまったら、そうしたらまた自分は一人ぼっちになってしまう。ようやく見つけた自分以外のエキドナたちと何とか共存する道はないのか。ノエムだって説得すれば思い直してくれるのではないか。ナックルズはまだその可能性を捨てきれずにいたのでした。そして予定通りソニックたちより先にノエムの元へたどり着いたナックルズはノエムと話をします。しかしノエムの言葉は自分が世界征服を目論んでいることを正当化するものばかりで、挙句の果てにはナックルズにソニックたちを裏切るよう勧めてきました。その言葉を聞いたナックルズはこれまで抱いていたかすかな希望が消えていくのを感じます。ノエムも根っからの悪人ではなく、話せば分かってくれるという希望が。そしてノエムを完全に敵とみなしたナックルズは、お前にマスターエメラルドを持つ資格はないとノエムに言い放ち、マスターエメラルドを取り返すべく戦いを挑みます。そこへソニックたちも到着し、いよいよ最終決戦の火蓋が切って落とされました。全ての力を解放したノエムに対し、ソニックもカオスエメラルドの力を借りてスーパーソニックに変身。激しい戦いの末、ついにノエムを打ち倒しました。そしてナックルズも無事にマスターエメラルドを取り返し、これで一件落着かと思いきや、次の瞬間ソニックたちの周りを激しい揺れが襲いました。なんとノエムが最後の力を振り絞り、ソニックたちの世界とこの異世界をつなぐワープポールを閉じようとしていたのです。急いでワープポールに飛び込まないと元の世界へ帰れなくなる。ソニックたちは急いで宇宙船へと向かいますが、ナックルズはこのまま元の世界へ帰ることに強い抵抗を感じます。この世界にはまだたくさんのエキドナたちが取り残されている。自分は彼らを見捨てるのか。そんな思いから一瞬脱出を躊躇したナックルズでしたが、しかし自分たちまでこの異世界に閉じ込められてしまったら、エキドナたちを救い出すことなど到底できない。しかも今の自分の手にはマスターエメラルドがあり、このエメラルドを無事に元の場所に戻さなければならないと思い直し、ソニックたちと一緒に異世界から脱出しました。いつか必ずこの世界のエキドナたちを救い出すと心に誓いながら。元の世界へ戻ったナックルズは、これまで通りマスターエメラルドの守護者として暮らしながら、あのエキドナたちを救い出す方法を探し続けています。相変わらずソニックの冒険に付き合うことはありますが、その冒険が終わると、すぐエンジェルアイランドへ帰り、目の前にあるマスターエメラルドと異世界に住む同族たちに思いを馳せる。自分の使命はマスターエメラルドを守ること。そしてあの異世界に置いてきてしまったエキドナたちを救い出すこと。新たな使命ができたことをひしひしと感じながらも、ナックルズは必ずやり遂げてみせると固く心に誓うのでした。はい、ということで以上がナックルズが紡いできた物語になります。ソニックとの出会いからマスターエメラルドの秘密、そして当の昔に諦めていた同種族との遭遇など、めちゃくちゃ重厚な話になってましたよね。そして中でも皆さんにぜひチェックしていただきたいポイントは、やっぱり古代ナックルズ族とマスターエメラルド、そしてカオスエメラルドとの因縁です。やっぱりソニックシリーズにおいては、このカオスエメラルドとマスターエメラルドというのが非常に大きな謎になってるんですよ。例えば前回の動画でカオスエメラルドは無限のパワーを生み出す石と説明したかと思うんですけど、そもそもカオスエメラルドって何なんだ？なぜこんなにも巨大な力を秘めているんだという点はまだ明らかになっていません。そしてそんなカオスエメラルドの力を制御するのがマスターエメラルドなわけですから、このマスターエメラルドもなぜそんなとてつもない力を秘めているのか、非常に謎が深まります。これらの謎は未だに明らかになっていないんですが、それでもこの動画の中で皆さんに最もお伝えしたかった内容は、このソニック最大のミステリーであるカオスエメラルド、そしてその力を制御するマスターエメラルドに最も近い位置にいるのは主人公のソニックではなく、今回ご紹介したナックルズなんだということなんですよ。
前回の動画でナックルズはソニックシリーズの物語と最も関わりが深いキャラクターだとご説明したかと思うんですけど、その理由はまさにナックルズがソニック最大のミステリーであるカオスエメラルドやマスターエメラルドに最も関わりが深いからに他ならないんですね。実際今回紹介したカオスの一件のように、ナックルズががっつり出てくる作品では、カオスエメラルドやマスターエメラルドの謎が一部明らかになることもあるので、このナックルズというキャラクターは典型的なパワーキャラであると同時に、ソニックシリーズの謎に迫るミステリー要因でもあるんですね。最近はどちらかというとコメディ要素やパワーキャラといった側面が取り上げられることが多いですが、もともとナックルズというキャラクターはコメディやパワーだけでは言い表せない大きな魅力を持っているんです。今回の動画を通してそんなナックルズの魅力が少しでも伝えられていたら嬉しいですね。そして繰り返しになりますが、ナックルズががっつり出てくる作品では、カオスエメラルドやマスターエメラルドの謎が明らかになっていく可能性があるので、例えば今後新しいソニック作品が発表された際は、ぜひこのような目線も持っておいていただけたらと思います。このナックルズイコールミステリー要因という関係、ぜひ覚えていってくださいね。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。